こんばんは、トモスタンの谷口です。今日もですね、ビジュアルスタジオコードやっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、エディターの機能を紹介していきたいと思うんですが、ちょっとですね、いろいろ HTML の、整ったものとかですね、そういったものが必要になってくるので、実はですね、ビジュアルスタジオコード、いいチュートリアルがあるんですね。ではですね、こちらヘルプメニューをクリックして2番目ですね、対話型プレイグラウンドというのをクリックしていただくと、こういったものが表示されます。ちょっとですね、内容が英語なので、難しくて飛ばしちゃってた方もいるかもしれないんですけれども、これですね、非常に役に立つので、今日は、これを解説しながらご紹介していこうかなと思います。まずはマルチカーソルですね。これもサブライムテキストが導入して非常に画期的な機能だったんですけれども、例えばなんですけれども、じゃあですね、ここのバックグラウンドカラーとありますけれども、これをですね、背景ではなくて、実はこのカラーだったということにしたいと思うんですけれども、はい。その場合、今までだと、じゃあバックグラウンドというところを選択します。はい。で、これでデリートします。で、また選択してデリートします。また選択してデリートしますと。こうしないといけないんですよね。で、もしくは、置換機能ですね。置き換え機能を使って、キーワード検索をして、編集しないといけなかったんですけれども、マルチカーソルというこちらの機能があれば簡単にできるんですね。さあどうするかなんですけれども、まずですね、先頭にこのように、カーソルを置きます。そして、コントロールとシフトとオルト、すごいいっぱい押さなきゃいけないですけれども、コントロールシフトオルト、もしくはコマンドシフトオルトですね。で、押していただきながら、下矢印キーを押します。はい。そうすると、わかりますかね？ここ点滅しているのが3行になっているんですけれども、これが今マルチカーソルモードというのがオンになっている状態です。はい。で、これでですね、右に移動することもできますし、左にすることもできますし。で、そうするとですね、あとはここでデリートキーを押します。すると、こうですね、3行とも全部編集ができるので、これでカラーにすることができるということです。簡単ですよね。今、コントロール Z、もしくはコマンド Z で、undo ですね。やり直しにしましたけれども、こんな感じでマルチカーソルというのが使えるということです。ちなみにですね、実はマルチカーソルにするっていうだけの場合には、コントロール Alt だけですね。コマンド Alt で矢印キーでもこのように移動することができます。コントロールシフト Alt というのはこれですね、選択もこのままできちゃうので、こう下に行って、さらにそのまま右に行くところ今選択されてるんですね。ちょっとわかりづらいんですが。で、これでデリートキーを押すと、このように一気に全部消すことができるので、どっちでもいいですね。でももう、コントロールシフトオルトで覚えてしまった方が何かと楽かなと思いますので、こちらでやっていくといいかなと思います。あと、マウスでもですね、できます。オルトを、押しながらですね、こちらクリックしていきますと、これもマルチカーソルになります。オルトを押しながらクリック、オルトを押しながらクリック、オルトを押しながらクリックですね。で、これのですね、便利なところっていうのは、好きなところをマルチカーソルにできます。こうして、オルトを押しながらクリック、オルトを押しながらクリックですね。で、これで消すと消えるんですけれども、これはちょっと、あれですね。なので、ちょっとインデントがですね、ずれてしまっているところとかの場合ですかね。こんな時に、オルトを押しながら、クリック、クリックとしてあげると、これでも、こんな風にですね、マルチカーソルとして編集することができます。で、次がですね、例えば、今みたいにこのバックグラウンドハイフンっていう、これをですね、全部消したいんだっていうのがもう最初から分かっているようであれば、このバックグラウンドというところを選択してですね、で、その上で、コントロールシフト L を押してあげます。そうするとですね、これで一気にこのように選択することができているので、これでデリートキーを押しても、このように消すことができますね。消したいものを選択して、コントロールシフト L でデリート。こういう感じです。ということで、これが、マルチカーソルという機能ですね。使いこなすと結構便利で、CSS とかの編集とかの場合だと結構同じ記述が並んでいたりして、で、それをですね、それぞれ書き換えなきゃいけないみたいなことっていうのは稀にあるので、そういった時に使っていただくと便利かなと思いますね。ぜひ覚えておいてください。続いてがインテリセンスですね。これ前にもう出てきたんですけれども、例えばですね、これ今 JavaScript のソースですね、が書かれていますけれども、ここに例えばレスとかっていう風にしてドットって打ち込むと、レスに関するこういったものがバーっと出てきます。これがインテリセンスですね。なので、ここから、使いたいメソッドとかを選んでいただくと、あんまりですね、ちゃんとスペルとか覚えていなくても使うことができるよということです。ドキュメントって言っても出てきますね。これですね、Visual Studio Code単体でインストールした時には TypeScript と JavaScript、あと HTML とか CSS もですね、入ってるっぽいんですけれども、そういったものが入ってます。で、それ以外の、言語ですね、を使いたい時には、こちらの拡張機能からですね、それぞれのインテリジェンス用のその辞書ですね、そういったものをダウンロードして、使っていくという形になります。
拡張機能についてはまた追ってご紹介していきます。続いてがですね、行コピーですね。例えば、今ここにですね、JSON が1件あるんですけれども、これをですね、追加したいという場合には、こうして、で、上を見ながら打ち込んでいくみたいなことが必要になっていたわけなんですが、で、マイクとかですね。これめんどくさいですよね。で、この場合には、前のやつをこのように、コピーしてですね。で、コピペなので、コントロール C、コマンド C ですね。コントロール V で貼り付けていくっていうのも一つの方法なんですけれども、ビジュアルスタジオコードはもっと簡単でですね、こちら選択をして、で、シフトとオルトと下矢印を押します。するとこのように複製されていきます。簡単ですよね。はい。で、あとですね、よくあるのが、このようにして、じゃあ新しい行を追加しましょうとして、このように開き括弧を入れると、閉じ括弧がですね、勝手にこう入ってきちゃうんですよね。で、中に入ってしまって、で、例えば、こう中に入れたくなかったみたいな場合には、またこれコピペして次の行にですね、こう移さなきゃいけないみたいな感じなんですけれども、これもですね、移動も簡単です。今度はオルトを押しながら下矢印キーを押します。ちょっとこう移動していくんですね、これが。はい。なので、オルトキーを押しながら矢印が移動。シフトオルトでコピーという形になります。この辺はですね、意外とコピペとか、切り取りとかで、賄えてしまうので、あんまり使わないかもしれないんですけれども、覚えておくと非常に作業が早くなるかなと思いますね。続いてがですね、リネームのリファクタリングと言います。リファクタリングっていうのは、再構築といいますか最適化みたいな意味があるんですけれども、一回プログラムを組んでしまった後で、ちょっとこのプログラム汚いなということであれば、それをですね、書き換えるっていうのがリファクタリングというものなんですけれども、そのリファクタリングをですね、助けてくれる機能というのが、リネームリファクタリングですね。例えばここブックとありますけれども、これをですね、名前を変えたいという場合には、これまでだと、例えば、ブックを例えばブックス、にしたらコピペして全部を書き換えるみたいなことが必要だったんですよね。で、それをですね、今度は、どこでもいいのでこちらカーソルを置きまして F2 を押します。はい。そうすると、何にしますかと聞かれるので、ここでブックスに変えてエンターをするんですね。で、そうすると、他のやつが全部書き換わってくれるということですね。これで書き換え忘れを、防ぐことができますし、何より簡単ですよね。なので、クラス名を変えたいですとか、ちょっとですね、いろいろなところに影響がありそうなものを変えるときには、こちらのリネームリファクタリング F2 を使ってあげるといいかなと思いますね。続いてがですね、こちらリファクタリング BI エクストラクションということなんですけれども、ヘルプ機能ですね、リファクタリングの。こういった形で処理がまとまっているときに、その処理を外に出しませんかっていうのをヘルプしてくれるっていう機能ということで、ここですね、今例示されているプログラムがあって、今皆さんはこういう状態だと思うんですけれども、ちょっとですね、私が、何か、間違っているのか、このヘルプ通りに操作してもですね、出てこないんですよね。で、ちょっとですね、なので別のプログラムを一つご準備しました。こういうプログラムを一つ組んだんですけれども、これでですね、うまくいきました。どうするかっていうと、プログラムをダッと組みますよね。で、その中で、この部分外に出せるかなっていうのがあったら、それを選択してあげるとですね、ここ左上に、ちっちゃな、こちらの、びっくりマークみたいなやつが出るんですね。で、修正プログラムを表示するって書いてあるので、ここでコントロールとドットを押してあげると、グローバルスコープ内のファンクションに抽出するっていうメニューが出てくるので、これでクリックしてあげると、こうですね、新しいファンクションにですね、飛び出して、で、ここに定義が移ってくるということですね。ちょっとこれはですね、結構ガチなプログラマーさんじゃないと、何が便利なのかわかんないかもしれないんですけれども、プログラムを組んでいると、こういうふうに処理を分けたいみたいなことが、稀に出てくるので、そういう時にですね、使うといいのかなということです。とにかくこういういろいろなところにですね、こういう、びっくりマークといいますか、ランプのマークですかね、が出てくるので、そういったところを活用するといいですよということです。続いてがフォーマッティングですね。これですね、プログラムを組んでいると結構ですね、インデントがバラバラになってしまうことってあるんですよね。こんな風に、本当はここにインデントを入れないといけないんですけれども、それを忘れちゃうであったりですとか、あとコピペとかするとですね、結構崩れたりします。この中に貼り付けようとするとこうですよね、バラバラになっていくという時に、こちらですね、シフトとオルト、そして F、これを押してあげると、このようにインデントを整えてくれます。こうですね。はい。これですね、非常に便利で、HTML とかにも、適用されるんですよね。例えばこれもちょっと、インデントバラバラにしていきますと、こうですよね。で、これで Shift、Alt、F。
これでこのようにインデントを整えてくれます。これかなり便利なのでですね、私もプログラム組んでる時とかに結構押します。Shift Alt F。はい、これぜひ覚えておいていただくといいかなと思います。